はい、こんにちは、いさかです。今日はですね、撮影会についてお話ししていこうかなと思うんですけど、そもそも撮影会っていう言葉自体よく理解できてないなって方、もしかしたらいるのかなって思ったので、ちょっと先にね、その撮影会とはというのをお話ししていこうと思います。そもそも撮影会とはですね、主にアマチュアカメラマンの方、写真を趣味としている方のですね、写真撮影を目的として集う会みたいな感じですね。身近な感じだとコミケでコスプレイヤーさんがたくさんいると思うんですけど、囲まれて写真撮られたりするじゃないですか。あれも撮影会みたいな分類に入るかなと思います。今回は、撮影会と言ってもほんとカテゴリーがたくさんあって、そのカテゴリーの紹介を詳しくしていこうかなと思います。まず、撮影会には大きく分けて3つのカテゴリーがあります。まず1つ目は、個撮。これは個人撮影会と言われるものですね。そして2つ目、これは撮影会によって、名前が異なるんですけど、私の知ってる、2つ目の撮影会はユニゾン撮影会という撮影会になります。これユニゾンじゃなくてソロ撮影会っていう撮影会もあったりとか、団体撮影会っていう言い方をする撮影会さんもあります。そして3つ目、これは、団体撮影会とか、あとはセッション撮影会と言われるものになります。団体撮影会、ユニゾン撮影会、個人撮影会って大きく3つに分けたんですけど、それをね細かく見ていこうと思います。まず、個人撮影会、通称個撮ですね。個撮はですね、モデルさん1人に対してカメラマンさんも1人の撮影会になります。なので1対1ですねの撮影会になります。そして次に、ユニゾン撮影会ですね。ユニゾン撮影会はモデルさん1人に対してカメラマンさんは複数に、多数かなになります。そして、団体セッション撮影会はモデルさん多数、そしてカメラマンさんも多数の結構大勢いる撮影会になります。個撮なんですけど、撮る順番みたいなものが撮影会にはありまして、で撮る順番に関してはもう自由、もうモデルさん1位でカメラマンさん1位なので、もう自由にいつでも撮っていただいて大丈夫ですよっていう撮影会になりますね。比較的自由にモデルさんとおしゃべりしながらとか、撮りやすい撮影会になります。はい、そして次のユニゾン撮影会なんですけど、これは新しい言葉が出てきたんですけど、順番撮りとあと囲みっていう撮影方法が2パターンあります。これも撮影会さんによって、パターンは異なるんですけど、まず順番撮り、順撮りですね。順撮りはですね、1人に持ち時間40秒からだいたい60秒、そこの時間も撮影会によって異なるんですけど、40秒から60秒を1人に当てられます。なのでその自分の持ち時間の間に、モデルさんを撮る。そして自分の順番が、終わったらまた後ろに並び直して自分の順番が来るまで待つっていう撮り方です。そして2つ目の囲みっていうのは、さっき話したコミケみたいな感じですね。モデルさんが1人いるところに対してみんなで囲んで撮影をするよっていう撮り方ですね。大体これがユニゾン撮影会です。そして、団体セッション撮影会もほとんど、順番撮りか囲み撮影になります。団体セッション撮影会は、モデルさんも多いしカメラマンさんも多いので、大体囲みが多いんじゃないかなと思います。でも順番撮りの撮影会もあるんですけど、もちろんでも大体は囲みかなって感じだと思います。囲みだとモデルさんが、端から端まで大体全員に目線が行くようにしてくれる感じですかね。大体の料金、価格設定なんですけど、個人撮影会に関しては大体平均1万円前後、人気な子になってくると1万円以上しますね。2万円とか3万円の子がいたりしますね。そしてユニゾンとかの撮影会になると、個人撮影会よりかは比較的安くなってきますね。で、平均は5000円
ぐらいからですかね。もちろんもっと安いところもあります。次、団体セッション撮影会は、平均3000円から4000円から5000円ぐらいかなします。比較的、ユニゾン撮影会よりも安いイメージがありますね。じゃあもし初めて行くときはどれ行けばいいのってことで、メリットとデメリットを説明していこうと思います。まず、個人撮影会のメリットとしてはですね、モデルさん1人に対してカメラマンさんが1人なので、もう自由なタイミングで撮影ができることですね。あとはモデルさんにこんなポーズしてほしいとか、こんな格好してほしいとかっていうポーズの指示指定がしやすいことですね。もちろんカメラが趣味の方が多いと思うんですけど、モデルさんの中には、アイドルの方、ライブ系のアイドルの方がいたり、モデルさんがいたり、グラビアアイドルがいたり、一般人の子がいたり、結構様々です。なのでもうカメラは特に趣味ではないんだけど、モデルさんとその時間を共有したいって方にもおすすめです。すごい交流ができますね、1対1なので。次にデメリットとしては、大きく分けた3つのカテゴリーの中で一番料金が高いことですね。そして、撮影会が初めてだったり、モデルさんと初めて会うとかだと、もしかしたら撮影会が1時間で1つの枠なんですね。なので手持ち無沙汰な感じになってしまうかもしれないですね。あとはもしちょっと思ってたモデルさんと違ったなって時に、その空間というか時間が苦に感じるかもしれないですね。そして次、ユニゾン撮影会に関してなんですけど、個人撮影会よりかは安くお気に入りのモデルさんを撮影できるっていうのがすごいメリットだと思います。そしてあとはその子のファンの方が結構多いので、オフ会的雰囲気でモデルさんだけじゃなくてファンの方とも和気あいあいと楽しめる雰囲気なんじゃないかなと思います。デメリットとしてはもちろん、個人撮影会よりも自由度はもちろん低くなってしまいます。自分の撮れるタイミングではなく、決められた秒数の中で、シャッターを切らなければいけないっていうところは、デメリットになるのかなと。あとはですね、モデルさんの人気が高ければ高いほど、一つの枠にもう何十人と応募してくるので、マックスの人数が20人とか30人っていう子ももちろんいるんです。なので1時間で撮れる回数が、決まってきちゃうんですね。なので、待ってる時間が長いかなと思います。次に、セッション団体撮影会なんですけど、メリットは、たくさんいろんなモデルさんが出演されているので、好きなモデルさんをいっぱい撮れることですかね。そして気軽に行って気軽に帰れるっていうので、自分の本当に自由なタイミングで行って疲れたなと思ったら帰ることができます。特に推しが今までいないなと思ってても、いろんな子が出演されてるので、新しい推しを見つけるチャンスにもなります。そしてデメリットなんですけど、シャッターチャンスが難しい。だいたい囲み撮影のことが多いので、モデルさんが一人一人カメラマンさんのカメラのファインダーを目線で追っていくんですけど、その時にモデルさんとのこの視線があった時にシャッター切っても、ちょうどモデルさんが瞬きしてたりとか半目だったりとか結構あるみたいなので、そこが難しいかもしれませんね。撮影場所に関しては、ハウススタジオとか、あとは外の公園とか、あとは、夏前とか、あとは夏終わった後とかだとプールとか海での撮影会もあったりします。なので1年間通すと結構いろんなところで撮影のチャンスがあるんじゃないかなと思います。あとモデルさんの好みで撮影会が企画されたりとかもするので、結構その子その子で衣装も違かったりとかするので、すごいファンの子がいたらぜひ撮影会に一度足を運んでみてください。最初はね、すごい撮影会って敷居高いと思うんですけど、何回か撮影会行ってる間にそこでその子のファンの方と仲良くなったりとか結構見てたりするので、交流もいいなと思います。
はい、ということで今回はそもそも撮影会とはみたいなことについてお話ししていきました。よかったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。次の動画ではもうちょい詳しくですね、撮影会行く時こんなの持ってった方がいいよとか、こうした方がいいよとか、実は暗黙のルールがあるよとか、そういう細かいことに関して、お話ししていこうかなと思います。